どうもクロスロードラボです。本日はサントリーの限定ウイスキーです。2024年5月28日にサントリーの限定ウイスキーが発売されるということが発表されて、それと同時にですね、3月14日から毎年恒例のサントリー限定ウイスキーの抽選応募も開始されました。この抽選ですね、2021年から始まったんですけど、今までは山崎リミテッドエディションと響ブロッサムハーモニーが抽選で購入できるというものだったんですね。毎年応募している方もね、たくさんいらっしゃると思いますし、最近飲み始めた方はこの抽選を待ってた方多いと思います。それが今年はなんと3銘柄です。ついにね、白州の限定版も追加され、さらには銘柄の一部も変わりました。今までのね、銘柄が飲みたかったっていう方もいると思うんですが、新銘柄はね、とても楽しみです。なので本日はサントリーの抽選企画の概要と、どんなウイスキーが発売するのかをちょっと見ていきたいなと思います。それでは行ってみましょう。はい、それではね、今回発売する3銘柄見ていきましょう。まずは山崎ストーリーオブザディスティラリー2024エディション。はい、去年までのですねリミテッドエディションから変わってストーリーオブザディスティラリーという銘柄が新発売です。蒸留所のものづくりや紡いできた物語を紐解くシリーズということで、水ナラダル原酒とスパニッシュオークダル原酒をはじめ、山崎らしい多彩なモルト原酒をブレンドしたということみたいです。濃厚な甘さにほのかなスパイシーさが重なり、複雑で豊かな香味が広がると。去年までのリミテッドエディションは水ナラダル原酒が主体で最低12年以上熟成というね、説明がされていたんですね。今回のね新銘柄はどうやらシェリーダル原酒のフレーバー結構強そうな感じですね。熟成年数に関してはね、書かれていませんでした。テイスティングコメントを見ても色は赤みのある琥珀色となっていたので、やっぱりシェリーダル原酒の感じですよね。香りは濃厚な甘さの干し柿、長寿のアクセント、味は芳醇で複雑、オレンジマーマレードと小豆の甘さ、余韻はスモーキー、スパイシーなど複雑な余韻が長く続くと。スモーキーさがちょっとある感じですね。そしてやっぱりね、テイスティングコメントを見てもシェリーダルの感じかなと思います。スパイシーさがどういう感じなのかにもよりますよね。水ナラダル原酒も結構スパイシーな感じありますからね。箱に関してはいつものように今年限定のデザインなので、来年もし発売するとなったら、来年からまた箱は変わります。アルコール度数の方は 43%、価格は税込みで 16,500 円になってます。結構しますよね。4月からのサントリーの値上がりを考えればこんなものかなとは思いました。去年までのリミテッドエディションはですね、ちなみに税込み 11,000 円だったんですけど、銘柄が変わるので比較はできないですね。続いて、白州ストーリーオブザディスティラリー2024エディションです。はい、白州です。今まではね山崎と響だけだったんですけど、ついに白州追加されました。これね、白州ファン嬉しいですね。こちらもストーリーオブザディスティラリーシリーズです。内容の方はスモーキータイプの白州モルトをバーボンバレルで熟成させた原酒のみを厳選し、丁寧にブレンドということなので、バーボンダル原酒のみです。なんとなくね、スモーキーさもノンエイジよりは強調された感じになってて、白州ピーテッドまではいかないかなっていう感じかなとなんとなく思いました。テイスティングコメントを見てもですね、香りパイナップル、バニラクリーム、ほうじ茶、味は軽快で、柔らか、和三盆のような甘さとかすかな苦み、余韻はおきびの煙、ほろ苦さということで、そんなにスモーキーな感じに書かれてないですね。香りにまずスモーキーの要素が全然ないので、そこまでスモーキーじゃないかなとは思います。これも楽しみですね。アルコール度数は 43%、価格は税込みで 16,500 円です。続いて響ブロッサムハーモニー2024。はい、最後は響なんですけど、こちらはねブロッサムハーモニーです。はい、いつものように2021年から発売しているこのシリーズですね。大切な方と過ごす祝いの席にふさわしい一本となるよう思いを込めてブレンドを重ねた特別な響ということで、しっかりと熟成させた多彩な原酒に桜ダルで追加熟成させた希少な原酒をブレンドした限定版です。テイスティングコメントはですね、香り、花の香りと桜、そして金木犀、味はまろやかな口当たり、伸びやかな高中華、アカシアハニー、ラフランス、桜餅のような上品な甘さ、余韻は長く豊かで華やかな余韻、
というふうになってます。箱の方も毎回これすごい豪華で、今回はですね異なる器の破片を金でつなぎ合わせる呼び継ぎに着想を得た装いと、桐竹訪問券やボタンなど豪華絢爛な吉祥文様が描かれた特別な衣装もお楽しみくださいということになってます。箱すごいですよね。よく見るとね、ボトルのラベルに書かれている模様もちゃんと変わっています。あんまり目立たないんですよね。毎回言ってますけどラベルもちょっと豪華にしてほしいなと思いました。でアルコール度数は 43% で価格の方が税込み 13,200 円になっています。こちらねもちろん値上がりしたんですが山崎と白州と結構値段差がねありますね。だからもし今年山崎のリミテッドエディションが発売してたら、税込みで 13,200 円になってた可能性もありますよね。なのでストーリーオブディスティラリーシリーズの2本は本当に全くね別の、値段付けという感じだったんじゃないかなと思いました。以上この3本が抽選対象です。はい、そして最後は抽選方法です。抽選はそれぞれ3銘柄別の抽選になっているのでそれぞれのサイトから、応募してください。しかも今回ありがたいことに前半と後半2回に分かれています。これ去年もそうでしたね。どちらももちろん応募することができます。しかも各回各銘柄1000名ずつということで前半3000名後半3000名ということになっていて合計6000名になります。これかなり多いですよね。さらにね毎年下半期にもこの抽選やっているのでもしそれが今年もあるんだったら、今年の当選者数は1万2000名ということになります。これね毎年ね当選者数上がってるのでかなりありがたいです。抽選の日程なんですが第1回は3月14日から4月1日の23時59分まで、第2回は4月の2日から4月の18日の23時59分まで、それぞれの銘柄の専用サイトから応募できます。URL はですね動画の概要欄に記載してありますのでそちらから応募してください。もちろん今回も山崎白州響についてのね、作文文章を書かないといけません。毎回ねそれがちょっと億劫だっていう方もいると思いますがそんなにねびっちり埋める必要もないと思います。僕はね毎回びっちり埋めていませんし1回だけ当たったこともあります。そして山崎と響の思い出っていうのは僕にとっては毎回変わるはずがないので毎回同じ内容を書いています。なので個人的にですがそんなに意識することはないかなと思います。今まで通りのことを書けばいいかなと思ってます。そして今回も普通に一般販売ありますので、偶然店頭で見かけることとかね、飲食店で見かけることもあると思います。年末は特にね購入報告多かったので店頭に結構並んでたっていう話もね聞きました。去年の山崎リミテッドエディションと響ブロッサムハーモニーは僕の住んでる田舎のイオンにもね並んでたそうです。まあ当選しなかった方は、飲食店とかねそういうところで味を確かめてみてください。そんな感じで本日は終わりたいと思います。チャンネル登録、Twitter フォロー、インスタのフォロー、サブチャンネルの登録をお願いします。クロスロードラボでした。バイバイ。